年中行事覚書5柳田国夫餅と節句。第一に、私たちの孫つくのは違った土地に入っていくと、故郷ではついに聞いたこともないような変わった食べ物をこしらえる日があって、それに基づいてその日の呼び方や言い伝えなどにも思いがけないものが行われている。今までの学者の中にはそそっかしい人ばかり多かった。少し南の方だとすぐに南洋系の文化だの、北へ寄っているとアイヌから引き継いだ風習だのと、ちっとも証拠のないことを説き立てていたが、日本人が彼らと交際しなくなってからも久しいことである上に、内部でもこの通り元あったものが変わっているのであった。そうしてじっと気をつけていれば、その痕跡が濃く淡く、他とは少しも話し合わずに保存せられている場合が多い。比較の方法が研究の上にこれくらい有効にまた興味深く応用し得られる場合も少ない。それを試みもせずにただ勝手なことを言っていたのである。そういう中でも冬の三月は今までの祭祀組織が緩み、この間の行事は皇帝の御節句から除外せられていたので、土地の人だけが思い思いに守り育ててきたものがその中に多く、そこで大きくなった人たちはもちろん、外から見る者にもほうぼうの話を聞いて嬉しくなるような場合がいくらでもあったのである。70年前には自分なども村の子供であった。古い話をしだすと止められなくなってうっかり指数を費やす恐れがあるが、今でも覚えているのは10月の亥の日の晩に亥の子と称して新藁で太い筒を巻き立て地面を打って回る遊びがあった。九州の島々ではこれを亥の子節句とも呼んでいる。この日の晩には必ず新米の団子を作り、それを重箱に入れて家々互いに送り合う。そのお使いをするのも子供であった。下にやや傷んだ赤白木の菊の声だが、重箱の蓋を開けるとプンと匂うのも懐かしい風情であった。それよりも大きな楽しみだったのは、家々ではこのわらぼての血を打つ音を喜んで、子供を励ましてめいめいの門弟を打ち回らせ、その慰労には必ず餅をくれた。それで私などは亥の子餅を、この日の行事の中と思い、またあのわらぼての中とも思っていた。瀬戸内海も少し西の方へ行くと、藁ではなくて丸い石に多くの輪をつけたものを、亥の子石と称して子供が使っており、形式は一段と実生地固めと近い。九州各地のむぐら打ちは、藁を竹の先に巻きつけたものだが、これで地面を叩く日が正月の14日になっている。目的はいずれも土地の力を強くする呪法であって、それには一年の特にめでたい日を選べばよく、ぜひともこの日に限るということはなかったのだが、子供の管理となってよりいよいよ遊戯の分子が加わり、ついに亥のこの晩を忘れがたくしたのである。今でもおそらくはまだ続いている土地が、関西方面には少なくはあるまい。ところが近畿関東になると、亥の子という名は一般には知られていない。京都には古くから亥の子の日に餅をついて、農村から持ってくる旧礼のみはあって、その他の行事は何もないけれども、まだ名前だけはほぼ記憶せられているが、それから東では10月亥の日などは普通の日に過ぎない。そうしてその代わりに10月の当関夜と名付け、ちょうど中国地方の亥の子月と同じに、藁の束を持って地面を叩き回る子供遊びがあったのである。このいわゆる当関夜の藁鉄砲が行われていた区域はそう広くはない。どこが境かはっきりとはしないが、私の知っている限りでは埼玉県の北部から群馬長野の2県の隣接した数郡などで、栃木県の東部でボウジボウチ、茨城県北部でムジナバタキというものが、名は違っているがすることは同じく、三角畑のそばあたれ、などという林言葉が似ており、日も同じく10月10日の晩だから、元は一続きの風俗であった。それがその中間ではいつの間にか消えているのである。これと関西地方の亥の子の関係は説明しにくいが、ともかくもただ偶然の類似でないことは、この2つの日を比較してみてもわかる。
東関屋という名で呼ばれている区域はあまり広くはないが、10月10日は日本の東半分において今でもかなり大切な日である。すなわち田の神がこの1年の任務を終わって、再び山に帰って山の神となりたまう日、ということになっているのである。信州の人たちはよく知っていると思うが、あの地方ではこの日をかかし上げ、もしくは染の年取りといって、染すなわち山田のかかしを田から迎えてきて、屋敷の片隅の静かな場所で、または内庭に臼を据えて、焼き餅を備えお祭りをする風習が、つい近い頃まではあった。神は目に見ることができないから、この身の笠を着て長い間、他の番をしてくれたものを、その代表者のつもりで歓待をするのであろう。こういう話を聞くと他の地方の人は珍しがるであろうが、この日を他の神の田から引き上げたまう日と考えて、餅をついて備えまた自分たちも食べるという村ならば、全国を通じて数多く、神はその餅をカエルに背負わせて、山の方へ帰って行かれると言ったり、あんまり飛ぶなよ、コナンコが落ちるにと言われるそうだというような、子供が笑う話までがそちこちに残っている。そうしてその10日という日取りだけが、土地によって少しずつ変わり、西日本の方は一体に、現在は同じ月の亥の日を持ち、農業保護の神の御名まで、亥の神様ということになっているのである。ねえ。牛、虎、卯の12支を12ヶ月に割り当てると、正月が虎だから10月は亥の月であった。10日とはっきり決めてしまうよりも、月に3回か2回かある亥の日を祭りの日にした方が、農作の実際には都合が良かったので、いつの頃から囲う決まったものらしく、亥の子月などの子供行事の全くない九州の南の端まで行っても、やはり10月の初めまたは中の亥の日が、一つの民間の節句であった。すなわちみんなが仕事を休んで、楽しく暮らす日であるゆえに、この亥の子月というような遊戯がだんだんと盛んになってきたので、これも元来はこの一年の大きな吉日に、昔の人が行っていた数多くのまじないの一つであったのが、たまたま子供に好まれて、これ一つ長く保存せられることになったのかと私は思う。